保育士の娘が勤務中によこした一本の電話。それは夫の知られざる姿を私に知らせるものだった。すでに家庭を持っている人間には決して許されない行為。私はこみ上げる感情を抑えつつ、夫に最終通告をしたのだった。私は遠藤ゆり、50歳の正社員で事務員として働く主婦だ。一つ年上の夫正夫と25歳になる娘のほのかとの3人家族。夫とは見合いで結婚し、27年目を迎えた。私たちは劇的な恋愛の末の結婚ではないが、頼りがいのある夫との暮らしは順調で、結婚から2年目には娘にも恵まれた。だが、夫は子供には男の子を望んでいたため、生まれた娘にはあまり興味はなかったのだろう。出産直後に病室に現れた夫の第一声は、次は男の子を産めよ、だったのだ。退院して子育てが始まってからも、早く次の子を、と夫は意気込んでいたが、私はとてもそんな気持ちにはなれず、帝王切開で出産したので、1年は妊娠しないようにと医師からも言われていると話して、夫婦生活には消極的になってしまった。とはいえ、いつまでも拒んでいたわけではないのだが、タイミングを逃してしまい、その後は妊娠することなく年月が流れていった。そのせいか、私が40歳の誕生日を迎えるまで、夫からは妊娠できないことを責められ、現在も男を産むこともできなかったダメな嫁だと言われ続けている。経済的に自立していない私の言葉など聞き入れる価値もないと判断したのか、夫との会話も徐々に減っていった。そんな家庭環境の中で育った娘は優しい子に育ってくれ、持ち前の負けん気の強さで学業などでは優秀な成績を収めるなど、全く手のかからない子供だった。それでも夫が娘を認めることはなく、進学先は自分が認めた学校でなければ学費は出さないと言って、娘の意思を尊重することはなかった。娘はそんな夫に素直に従っているように振る舞っていたが、父親への期待などをとうに捨ててしまっていたのだと思う。それは夫に意見することもできない私に対しても同様だった。このままではダメだと考えた私は、娘が小学生になった頃に再就職して働くことにした。経済的に自立できていれば、夫に頼らずとも娘のことに使えるお金ができるし、私自身も家庭外に出ることで気分転換ができると考えたからだ。だが、再就職した頃、寝たきり状態となった義祖母のために義実家へ通いで介護をすることになり、お金どころか思うように時間も自由にはならなかった。フルタイムでの仕事に加え、義母と交代で介護をしている私に対して夫は協力的ではなかった。そんな生活に疲弊していく中で、夫は家が辛気臭いと言い、外泊が増えるようになっていった。こんなに外泊をするということは、外に女性でもできたのでは。そんなことも考えたが、仕事と介護で疲れ切っていた私は、夫と話し合うことも、興信所を使って調べようという気持ちにもならなかった。娘も、そんな夫に相変わらず何も言えないままの私を見限ってしまったのか、大学を卒業すると同時に家を出て行ってしまったのだ。証券会社で働いている娘は、年に数回だけ日帰りで実家に戻ることはあったが、本当に顔を出すだけ。それも仕方のないことだと思いながらも、私は寂しさを感じていた。だが、娘が就職してから2年目。少し神妙な顔をしながら家を訪ねてきた娘は、少し言いにくそうに幼い頃からの夢を叶えたいのだと言い出した。そんな話を今までしたこともなかったので知らなかったが、保育士の仕事をしたいのだという。もう会社には辞表を出してしまったから、事後報告になるけど。
保育士になりたかったなんて。今まで私はあなたとそんなことも話してこなかったってことよね。母さんは仕事だけじゃなくておばあちゃんの介護もあったし、仕方ないわよ。いいえ、話そうと思えば時間はあったもの。そんなの言い訳になれないわ。今日は会社辞めたことを黙っていたらあの人がうるさいだろうから報告に来ただけだから。父さんは今日は帰ってくるかしら。お父さんには話さなくてもいいんじゃない？本当にやりたかった仕事なんでしょ。私は応援しているわ。応援って。でもバレたら大変なことになるでしょ。その時はその時。もう独立している子供の人生にいつまでも親が口を挟むべきじゃないわ。娘は怪訝そうに私の言葉を聞いている。当たり前だ。今まで夫の言いなりになるだけだった私のことなど信用できるわけはないのだから。今までの私は母親として失格だったと反省しているの。もっと自由にあなたのしたいことを言える家庭を作るべきだった。もっとあなたの味方になってあげなきゃいけなかった。でも今更よね。そうね、今更だけどごめんなさい。あの人に逆らえなかったのは私も同じだし、最初に話すことを諦めたのは私の方だから。もういいよ。娘はそう言うとにっこりと笑った。それは数年ぶりに見る笑顔だった。全てを許したわけではないと思うが、娘が私の謝罪を受け入れてくれたことが嬉しかった。その後も私は娘が保育士に転職することを夫に話すことはなかった。そして10月の試験で無事に保育士の資格を取得した娘は来春から保育園で勤務を始めることになった。我が家から車で20分ほどの郊外の保育園に勤めた娘からは定期的にメールが送られてくるようになった。いつしかそのメールを読むのが私の楽しみになっていった。ある日の夕方、いつもはメールばかりの娘から珍しく電話がかかってきた。冷静な娘にしては珍しく慌てた様子だ。久しぶりね。どうしたの？母さん、子供のお迎えに父さんが来てるの。どういうこと？私もよくわからないわよ。私の担当している子じゃないし。ざわざわと子供たちの賑やかな声が受話器から聞こえてくる。娘は声を潜ませて、とりあえず来てみてと繰り返した。子供は園庭で遊んでるし、母親も他のお母さんたちと話してるから、すぐに来てくれたら間に合うと思う。わかった。今から向かうから。私は娘との電話を切るとすぐに車に乗り込み、娘の勤務先に向かうことにした。とてもよく似た誰かかもしれない。でも、これで私が14年前から感じていた夫への不信感の答えがわかるような気がした。保育園に到着すると、夫が娘と変わらない年齢くらいの女性と一緒に園庭で男の子を遊ばせているのが見えた。娘は私に気がつくと手招きして園舎に招き入れた。同僚の先生にも夫たちの足止めをお願いしていたようだが、それもそろそろ限界だったようだ。ねえ、父さんでしょ？ええ、間違いないわね。想像していた光景ではあるが、夫が男の子と遊ぶ姿を見つめながら、私は衝撃を受けていった。孫を迎えに来たおじいちゃん。そういう風にも見えるが、夫と女性の距離感は夫婦のそれだった。夫たちが帰っていく姿を見送り、
混乱した頭で私はどうするべきなのか考えた。母さん、どうするの？そうね。まずは、あの親子との関係から調べることにしましょう。とは言っても、娘の勤務先の保育園から彼女たちの情報を得ることはできない。娘がこんな個人的な理由でその情報を閲覧することは許されないだろう。私は更新所に依頼して調べてもらうことにした。最初の1週間は毎日、その後は夫と女性が接触しているであろう日を調べてもらえば十分だろう。そして2ヶ月後、私は更新所からの報告書を受け取った。あの親子は保育園から車で20分ほどのアパートで暮らしており、夫をパパと呼んで家族のように暮らしていた。外泊していた日は彼女の家で過ごしていたことも分かった。母親は夫と同じ会社で働く女性で、夫の直属の部下だった。付き合いももうすでに4年目。彼女のお腹には新しい命が宿っていることも判明した。彼女が夫の何人目の浮気相手かはわからないが、夫が待望の男の子を可愛がっているであろうことは写真からもわかった。それは私が夫に与えることはできないものだ。報告書を受け取ってから1週間後、私は夫の仕事が終わるのを見計らって、たまには外食でもしないかと連絡を入れた。電話の向こうの夫はめんどくさそうに私の提案を了承した。会社の前で待っていると伝えると、夫が慌てた様子で現れる。もっと早く連絡をしてこいよ。あら、予定があったの？私がそう言うと、夫は不機嫌そうに黙り込んでしまう。夫に予定なんてあるわけないことを私は知っている。少し意地悪をしただけだ。そして車に乗ると、店に着いたら起こせと言い、後部座席で居眠りを始めた。私にとってはとても好都合だ。なぜなら、夫は想像すらしていないようなサプライズを用意しているのだから。車を走らせて30分で予約していた店に到着し、夫を起こす。まだぼんやりとしている夫は黙って私の後を歩いてきた。個室に案内されると、そこには私が依頼した弁護士と向かい合って、浮気相手がうつむいたまま座っていた。夫は浮気相手の姿と私の顔を交互に見つめると、口をパクパクとさせた。別室で、彼女の子供さんはほのかが見ていてくれているからご心配なく。おい、これはどういうことだ？大きな声を出さないで。他のお客さんに迷惑よ。私は弁護士の横に腰を下ろして夫に座るように促した。こちらは弁護士さん。私の相談に乗っていただいているの。はあ？とりあえずこういうことになった経緯から話しましょうか。私は更新所から受け取った報告書を夫たちの前に広げると、保育園で見たことを説明した。だからどうした？あの子は俺の息子なんだ。パパと呼ばれていても不思議じゃないだろう。自分が浮気していたって認めるのね。男を産めない役立たずなお前に代わって俺の息子を産んでくれたんだぞ。少しは感謝しろよ。なぜ私が感謝しなくてはいけないのかしら。子供の性別は男性側の染色体で決まるものだ。私にはどうしようもない問題なのだが、そんなことを言ってもこの人にとって私が役立たずなのは変わらないだろう。お前が帝王切開なんてするからタイミングを逃したんだろうが。それも私が望んだわけではないけれど。彼女は男の子を産んだだけでもお手柄だというのに、お腹には次の子もいるんだ。
その子も男の子だと聞いている。へえ。次も男の子なのね。お前は浮気だと騒ぎ立てるような立場じゃないだろう。自分がどれほど役立たずな女なのかを自覚しろよ。それであなたはどうするつもり？決まってるだろ。俺は彼女と再婚する。そう。離婚で揉めることはないみたいでよかったわ。私が離婚届を差し出すと、夫は勝ち誇ったように受け取るとすぐにサインをした。そんな夫の横で浮気相手は青ざめたまま座り込んでいった。ほら、サインしてやったぞ。ありがとう。じゃあこれは私のタイミングで出させてもらうわね。早めに出しておけよ。お腹の子は俺の子供として戸籍に入れてやりたいからな。財産分与は折半。浮気が原因だから慰謝料は2人に請求させてもらうけれど、いいのよね？常識の範囲内だったらすぐに払ってやるよ。待ってください。やっと浮気相手の女が口を開く。何でしょうか？私、そんなつもりはなかったんです。涙を流しながら女は頭を下げた。そんなつもりって？妻帯者と浮気しておいて何を言っているの？浮気していたことは認めます。でも再婚までは考えていません。こいつが怖い顔で脅すからびっくりしたんだろう。大丈夫だ。俺がこれからも守ってやるから。違う。そういうことじゃなくて。俺のために跡継ぎを産んでくれたんだ。これ以上は辛い目に遭わせることはしない。あなたのために子供を産んだわけじゃ。そうね。話は最後まで聞いてからの方がいいんじゃないかしら。お前は黙ってろ。黙っていてもいいけど、彼女の息子さんもお腹の子もおそらくはあなたの子供ではないかもしれないわよ。はあ？何言ってんだよ。私は新たに更新所の報告書を取り出した。彼女にはあなたと同時にお付き合いしている男性がいるのよ。なんだって？もう一人のお相手も妻帯者なのよね。心当たりがあるんでしょ？女は黙ったまま膝の上で拳を握りしめている。夫はそんな女を見下ろしながら言葉を失っていた。まあ私にとっては誰の子供であっても関係ないし、この離婚とは別問題だけれどね。ちょっと待て。何？もう離婚届は書いてもらったし、私の用は済んでいるのだけど。その報告書ちゃんと見せてくれよ。どうしようかしら。あくまでも可能性の話だから自分で確認した方がいいんじゃないかしら。可能性って？あなたから役立たずって呼ばれて久しいけれど、最後にお役に立てたかもね。彼女の子供たちがあなたの子だといいわね。私はそう言い残すと弁護士に後を任せ、娘と共に店を後にした。翌日、離婚届を提出して私たちの離婚は成立した。元夫からは慰謝料300万円、財産分与と合わせて1000万円を受け取ることになった。結婚から20年以上不貞行為の末の離婚なので高額にはなったため、元夫の手元にはほとんどお金は残っていないだろう。浮気相手からも200万円を受け取った。同じ会社内での不貞行為だったので、元夫も女も会社を辞めることになったと聞いた。すぐに DNA 鑑定をした結果、女の子供たちと元夫に血縁関係はないことが証明された。息子が生まれたと喜んでいただけに、その結果を聞いた元夫はしばらく立ち直れなかったそうだが、
私はもう関与することではない。我が子を性別で差別するような人だ。今回のことがなくても、いずれ痛い目を見ることになっていただろう。私たちの離婚から2年後、娘が結婚したことを聞きつけた元夫から連絡が入った。連絡先は変わっているので安心していたのだが、つてをたどってかけてきたようだ。一人暮らしでいろいろと不便だと訴えた後にやり直そうと言い出した上、娘に必ず俺の血がつながった男児を産むように伝えろという身勝手な言葉を口にしてきた。もちろん再婚の申し出は拒否をして、性別はどちらでも私の大事な孫だ。そんなことにこだわっているからあなたは幸せになれないのよと伝えると黙り込んでしまった。電話を切った直後に連絡先は改めて拒否設定にしたし、すでに夫には知られていない場所に娘夫婦と共に引っ越し済みなので、これ以上はあの人から連絡が入ることはないだろう。その翌月、娘は男の子を無事に出産した。娘しかいない私としては、男の子の抱き心地はこんなに違うのかと、なんだか感動してしまった。だが、元夫に言ったように性別など関係ない。この世に生まれてきてくれただけで愛おしいこの子が、健やかに成長してくれることだけを祈っている。